結局さ自分と話してんだなきっと。ときめくよね。お前のループはダメなんだって。ポコンですね。スポコン、はい、思い出に残ってるのはギャーって言ってたまらんですよね。そのセブンイレブンとこいつの組み合わせっていうのが一番当時は使ったかな。生き物上がりっていうアーティストが出て、この番組は芦ノ湖山木商店、アル工房、遊漁船北丸、 ATFC 株式会社カムパネラ、株式会社司総研、相模湾サザンブルー、タコ足、ラグーン、レストラン&バーバモノス、テル、羽生拓也さん、ヤシチ、以上の仲間の提供でお送りします。菅原さん、今まで何回かお話もらいましたけど、その中でこうフライの話も出てきてて、その最初の頃のこうフライの思い出とかその辺のお話をちょっと聞きたいなと思って。なんでその餌釣りをいろいろやってて、その父親の出身がね、その山形県の鶴岡市、いわゆる庄内藩の城下町で、当然その釣りを奨励した藩なので、父親もその系譜で、釣りが大好きだったと。で当然その庄内竿ではないけれども、当然関東に出てきて餌釣りでいろいろ釣ってたわけだね。その父親がなぜそのルアーフライに手を染めるようになったか、でそれが俺に受け継がれたかっていう、なんて言ったらいいんだろう、ちょっとルーツ話なんだけどさ、ファミリーヒストリーみたいな。なんだけど、独身時代、つまり父親が独身の頃に鳩をやってたの。レースバト。これもうひどい話なんだけど、その川崎の借家で厩舎を借家だよ。でもその大家さんいい人だったのよ。その俺の生まれる前の話だよ全然。にその屋根の上に厩舎を作って、そこに50羽ぐらい買ったのよ。やってる人いましたよね。僕ちっちゃい頃もギリギリいたかな。これすごい絵面ですね、想像すると。今皆さんあんまりその馴染みがないことかもしれないけど、伝書バトルって分かりますよね。なんか物を伝える、こっちの大名からこっちの武家屋敷に何か物を伝えるとかいう時に、鳩の足に手紙をくっつけて飛ばしたっていう、そういうその歴史的な流れの中から伝書バトって伝える書の鳩で、これが後々レースバトとして流行る文化が日本にはあったんですよ。本まで出てましたもんね。雑誌もありました。専門書出てましたよね。そう鳩の表紙のねそうすごいよな。そうなのでね、それにはまっていくと当然優秀になってくると国際レースがあるのよ。そうですよね。すごかったですよね。で当時日本は朝鮮戦争からベトナム戦争の時期じゃないと、神奈川県っていっぱい米軍基地があるので、そこの連中が鳩やってるのよ。で鳩仲間にアメリカ人の米兵がいるわけで、そいつらが「菅原お前釣りが好きになったら一緒にやろうぜ」って言って親父にルアーやフライを教えたわけだ。なるほど。でね、親父はやがて昭和37年に俺生まれるんだけど、昭和36年におふくろが俺を妊娠するじゃん。で当時さ金がないわけよ。ね、だから鳩と優勝カップと賞状をセットにして全部売って厩舎ぶっ壊して
でその子供の、育児資金を親父はまさし資金を得たわけですね。だからつまり俺はその鳩をやってた時代の親父は知らないけど、引き換え菅原さんと引き換えにさ、なるほど。そうなので、だから古い写真でね、モノクロ写真でいっぱいその鳩の厩舎の写真だとか、その優秀なチビって言ったらちょっと小型のやつだけどよ、優勝した鳩だとかとその優勝した鳩とセットでその賞状と盾とで売るっていう、その何でもそうだけど、特に競走馬なんかもそうだけど、そうなんだよ。それ血統症みたいなもんで、それで手放してその、育児資金というか産児資金というか、おふくろが妊娠した時に一気にっていうのは、その厩舎自体を親父が世話する以外に、当然おふくろもその糞の片付けだとか餌だとか、とそのやっぱり病気の問題だとかね、その感染症の問題だとかがそのおふくろに移って、もし仮にそのお腹の子に何か問題があるといかんっていうんで、その全部売って、だお前は鳩売った金で生まれてるなるほど、そう言われたわけよ。で親父から親父がそのアメリカのね米兵の人たちの鳩の友達からルアーフライを教わり、でそういう人たちって何年かその、国内にいるとまた別の基地に移っちゃったりするじゃない。そんなのもあって、だから俺はその時は直接そのアメリカ人の友達の人とかは知らないんだけど、でさ、もうそういうなんつったらいいのかな、神奈川県特有なのかね、そういうのって。やっぱりそれだけ米軍基地があるから。そうだと思いますけどね、やっぱりよく聞きますもんね。そのダムでキャンプしてる米兵たちいっぱいいたとか。そうだよね、でしかもその朝鮮戦争から朝鮮戦争特需があって、でベトナム戦争になっていくって、で特に朝鮮戦争の頃って、戦後間もないじゃん、でおふくろも福島から出てきてさ、でうちのおふくろはその洋裁学校を出てるので、その洋裁得意なわけよ、でどこに勤めたかっていうとアメリカ軍のパラシュート工場なんだよ。俺さ、おふくろが子供の時にさパラシュートを作ってくれるわけ、ね、こうビニールこうやって切って、で糸つけて重りつけてパーみたいな、違うんだよ。そのさ異常にちゃんとしてんので、でかいの、こんなでかいので綺麗に畳めるやつですね。で畳み方もなんかね、伺い知れない畳み方なんだよ。で小さくなるの、それを小学校のその屋上からパッと投げて広がった時のそのヒーロー感半端ないですね。もうで俺さ、そのおふくろのバックボーンを知らないから、そのなんでおふくろってこんなそのすげえパラシュート作れるんだろうぐらいしかないわけよ。ね、で後になって聞いたら、そのいわゆるパラシュート工場のそのパラシュートが正確に縫製できてるかどうかを検品する部署にいたんだって。なるほど。その縫い目がちゃんとなってるか、あと糸目がちゃんとなってるかって、それがきちっとなってないとやっぱり危ない、命に関わるもんだから。でそんな部署にいたから、だから俺は子供の頃にそのおふくろの若い頃の写真を見るとね、もう米兵なのよ、周りが、ね、だからちょっと危ない仕事なのかなっていう米兵相手の、いやいやとんでもなくて、朝鮮戦争特需の中のOL だよね。落下傘部隊を支えてたんですね。そうだね。で今でもね、その落下傘を製作している会社はあるんだよ。でその当時工場が東市あっちの方にあったんだって。でそこにおふくろはずっと勤めてて、すごいな。そうだからそんな親父とそんなおふくろから俺が生まれ、でルアーフライにはまっていき、で
親父はこれを読めと、その俺はって親父よ、俺はそのいわば我流でフライを覚えたアメリカ人から教わって、我流のまた我流だから、まあこれ読んどけよって言って勧められたのが鈴木魚心のフライフィッシング全歌っていう。すごいですね。いい本ですねこれね。表紙がこの鈴木魚心さんって魚心さんって鈴木さんペンに出てくる魚心は紳士の方の紳の字だけど、魚心の明治の人なんだよのそのフライフィッシングの入門書なわけ、当時のね。フライフィッシング全歌って書いちゃうとこがまたすごいな。でしょ。これがだからもう昭和40年代の頭だよね。だからそのあとあまたのその、フライフィッシングの教科書が出るけど、当時この980円で出たこいつがまあ俺にとってのバイブルみたいなもんで、でしかももう砂糖つゆ店で買ったんだけど、その魚心さん毛針も当然ねオリジナル毛針を当時作ってるわけよ。でこんな箱入りで売ってて、そうでね、これさこう魚心毛針なんだけど、ここにさ値段が書いてあるんだよ。1080円ね。で1080円でこうこんな感じでも使っちゃってドライのさいいやつはもう多分俺使っちゃってないんだけど、これ真似して毛針を当時巻いてた。でじゃあお前どこついてたんだっていうね言うけど、その当時さキャッチ&リリースっていうのってもう70年代のお尻から80年代になってやっぱ開高武さんが広めてったキャッチ&リリース、要するにこのままやらずぶったくりで釣って持ち帰るといずれ魚飼えてしまうぞっていうで、奥只見の魚を育てる会を作って銀坂の正直の北の又川を全面禁漁にしてやってた活動がやがて全国にこう広まっていくんだけど、俺が中学の時なんてまだそのキャッチ&リリースのキャもないわけさ。ね。釣った魚を逃がすなどっていう時代ですよね。でしょ。でこの魚心さんがこの表紙でねこの格好、これがフライフィッシングのなるほどスタンダードだと思った。ゆえに当然クリルを、かっこいいっすよね。買うわけだよ。ね。でこれをぶら下げてで親父と一緒に、同じことしたいですよね。そう、で芦ノ湖行ってまさにここだよね。で行くわけでさ、俺今思うとね、そのよくぞ教えてくれたと思うんだけど、当時さ定番手がないのよ、3番とかさ、ね。でもさ俺子供じゃん、そんな増えねえよ5番手の3なんて、だからまだ6番だったの、で振るじゃん。で6番でもさ俺華奢だったからこうバックキャストになった時にリストが開くと、今このロットがないからあれだけど手首が開くからお前のループはダメなんだって親父に言われて、俺今でも忘れないんだけど芦ノ湖のほとりでこの手首をロッドのねグリップエンドとこの手首をテープでね当時の違う違う手ぬぐい手ぬぐいで縛られて、でリストが開かないように、そのバックキャストしろと。でだからこんなめんどくせえスポコンですね。スポコン、大リーグの強制ギブスですよね。養成ギブスみたいな、それがね結構その親父とのフライフィッシングの一番最初の思い出っていうか、トラウマっていうかになってるの。やっぱ当時の日本に入ってきたフライフィッシングの道具ってやっぱりニジマス基準で来てますね。そうだね。やっぱ5番が一番下みたいな。でね芦ノ湖ね今より全然厳しかった。水も汚かったし。そうなんですよね。割と今の方が釣れるんですよね。本当。芦ノ湖に関しては当時の方が全然難しかった。
でルアーの方が釣れた。まあ今思えばね道具も道具だったしだったね。だから缶釣りに行ってニジマスを釣るっていうのはやったな。まあもちろんその宿りとかあるいは養沢とか、いわゆるフライ専用区の缶釣りなんていうと随分後年になってからだけど、その当時はいわゆる国際マス釣り場に行ってルアーやってフライもやってみたいな。フライってやっぱりどうしても練習が必要ですからね、特に当時はね、だからその俺は我流の我流だからお前はこれを読めって言って勧められたのがこれだったな。最初に釣った魚とかって覚えてます？ニジマス。ドライフライでニジマスを釣った。それは川だったな。その放流マスだと。でそれいくつぐらいの時なんですか？それはねまだ小学生だと思う。トーピートよりは後ですか？後。ちょっと後かな。やっぱ水面好きなんですね。まあそれはあるよね。っていうかさ、やっぱりその餌釣りだとどうしてもその水中の問題だけど、そのルアーフライだとね水面だったり水面直下だったり魚が見える釣りだから、やっぱその魚好きとしてはさときめきますもんね。ときめくよね。やっぱり野生の姿むき出しに向こうがねしてくるっていうのはやっぱり惚れるよね。で釣った魚は戻すのではなくこれにキープして、タイイングはどうしてたんですか？タイイングはねラジオペンチあるじゃん、ラジオペンチに挟んで、いや親父はバイソを使ってた、だけど俺はラジオペンチに挟んでそれを輪ゴムで祝いて、でそれを今でもあるけどいわゆる Z ライトに祝いつけてこうやって巻いてた。っていうのは Z ライト明るいからさ、だからそんなんで自動車のさパタパタあるじゃん、僕もよく親父に置かれましたねあれ抜いてやるよね。もう軽欲しさに小学校の時に昔ほら動物小屋あったじゃないですか、飼育で、チャボの軽欲しさに飼育係とかやってました、なるほどね、そう今岡野が飼育係って言ったよね、そう俺らの時代って飼育係だよね。飼育係です。今生き物係っていうじゃん。だからさ俺厚木から生き物係っていうアーティストが出て、その後々小田急線の発車の音楽にも使われるんだけど、生き物係って出た時に意味が分からないですよね。そしたら息子が生き物係分かんないのって言われて、学校でウサギ飼ったり鳥飼ったりするでしょって、あれ生き物係じゃんって言って、そっからどうだったのって言って、飼育係、いやお前飼育係じゃねえのっつったら、何言ってんのって言って、小学校なんで飼育なんて言わないよ、生き物係だよ生き物のお世話するんだから。時代ですね。そう今やもう生き物も飼ってないですよそうだよね。檻はもう掃除置き場になっちゃってますからね。あったよね。ありましたね。どの学校でも、チャボの卵を産ませてましたもん、頑張って。それでなんかみんなやっぱり生き物好きになったりさ、あとそうですよ。そう相模川でね、俺理科の実験で使うから菅原お前オタマジャクシ捕まえてこいって言われて相模川でオタマジャクシ捕まえてきて、でそれを水槽で飼育して、でカエルになるまでで最終的にそのカエルを解剖するんだけど、だからそれもやっぱり相模川の本当にほとりの相川小学校って、まあ川のほとりだったからそういうこともできたんだろうけど、オタマジャクシ捕まえたな。オタマジャクシは子供の頃みんな捕まえますよね。一番捕まえやすいね、生き物でもあるし、タドポリね、お腹がこうねぐるぐるぐるんだって。そう何の話をしてるのか分かんないですけどね。でもそれタイイングのマテリアルとかっていうのはじゃあお父さんが持ってた？持ってたけどやっぱりね使わせなかったね、簡単には。なん
なんて言ったらいいのかな、うちの親父ってやっぱり自分で何とかしろっていう感じで、俺自身もなんか親父の道具には触れてはいかない、触れないっていうのがあって、だから意外と何でもかんでもその息子に買い与えるとかこれ使えとかっていう人ではなかった。で俺自身もやっぱりなんか親父に対してある種こう、まあイフっていうか恐れもあったし、もうなんかありがとうとぶっ飛ばされたし、俺子供の頃はね。うちの親父って昭和2年、つまり元号12月の末にちょっとしかないからね、大正15年って。だから本来ならば大正15年昭和元年っていうんだけど、昭和元年ってもう十数日間しかないから、元号でいうと昭和2年の1月1日生まれなのよ。だから昭和2年の1月1日生まれなので、昭和の吉日生まれなので、こう小吉っていうのがあったんだけど、小吉さん小吉さんって言われるのが恥ずかしかったらしく、よく秋吉ってのが乗ってたね。ええかっこしいだね。そうで、これはやっぱりその、庄内藩の鶴岡城の城下、もうお城から200メートルも離れてないの、実家が。で今はもうすっかりきれいにこうなっちゃって、もう結構老朽化してるんだけど、あるビジネスホテルがそこに建っちゃってるけど、そこで生まれてるので、もう釣りを奨励した藩なのでね。そうですよね、なので、まあ、釣り好きなんか釣り遠足があったとか言いますもんね。そうらしいよこの前ね。庄内ちょっと取材してた時に、なんか今でもあるっておっしゃってたかな、釣りの遠足みたいな、みんなでやるって言ってました。で昭和2年でその鶴岡城下庄内藩で昭和2年に生まれたんだけど、藤沢周平が同期なの。世代でいうと、まあ藤沢周平、皆さんご存知の通り、橋物語とかね、数々のその名作がね、蝉しぐれだとかがあるけど、まあ藤沢周平自体はその釣り文学とはちょっと距離があるけど、だけどそんなご城下で生まれて、そうで、うちの親父のおじいさんはもっと湘南海岸に近いところの生まれで、善宝寺って言ってね、人面魚貝羽の池のある海岸の出なのね。そこから菅原家に婿に来た人で、もちろん明治の人だけど、で彼が親父の釣りの師匠だったと。でうちの親父ってね、実を言うと片耳聞こえないんだわ。それはそのじいさんと川に行って溺れて、で水が入って、だからその聞こえない方の耳を上にして聞こえる方の耳を枕にして寝るとよく寝れるっていう、雑音が聞こえないから。でそれはそのじいさんと釣りに行って川で溺れたって。で多分だから今桜マスの訴状で有名な赤川って最上川の尻のこっち側の、その辺りで親父は多分溺れたんだろうっていうふうに思うけどね。これリールはこっちビルバランで、これは買ってもらったかな、親父に昔。いいリールですね。でこっちはオビス CFO、これは自分で買ったな、若い時に。でね、なんだろう、一番思い出に残ってるのは社会人になりたての頃に、イーグルグラファイトの竿で5番だった。で釣った
74かなのニジマスがやっぱりこの理由だったね。思い出に残ってるのはギャーって言ってたまらんですよね。で後々今度セブンイレブンっていうサーモンね、オービスが、出すので名鑑ですよね。そうセブンイレブンをよく使ったな。セブンイレブンとこいつの組み合わせっていうのがいいですね。一番当時は使ったかな。もうなんかむしゃくしゃしたことがあると一人で釣り仲間ってさ、もうバスとか海もそうだけどやっぱみんなでワイワイ行くけど、フライフィッシングっていうとなんかこう一人でね、そうですよね、川を歩いていく、湖に行くウェディングするっていうのがやっぱ多いかな。そうですね、僕も結構フライ実は人と行くの結構苦手です。でしょう。なんかね、その場所をなんだろうね。場所をシェアするのが嫌だとかそういうことではないんですけど、なんかこう一人で歩きたいんですよね。そうだよね。あれ結局さ自分と話してんだなと思います。なんかね無心になりたいんだと思うんですよ。やっぱフライってやっぱ五感研ぎ澄まさないと楽しめない感じがあって、匂いだったり音だったりっていうのもあるからだと思うんですよね。一番真っ白になれるかなっていう気はしますね。ルファはねどっちかというともっとカジュアルです。なんかイメージ的にみんなでワイワイしてそうだよね。でっけえちっちゃい言い合ってみたいな楽しみ方かな。だからなんか不思議です。やっぱちょっと哲学的なイメージはありますよね。川に対する占有面積が大きいっていうかさ、そうですよね、どうしても例えば海にしろバスにしろ何でもそうだけど、トップウォーターパラキングでやってると隣り合わせて「おお今出たね」とか「おお出たね」って分かち合えるけど、フライの場合ってなかなかね、なかなか無理ですよね。そうはならないからね。今ドライ出たねってとかライズがっていうふうにはなかなかできないですよね。なりにくいもんね。やっぱキャストのねスペース使うっていうのもどうしてもありますしね、同時に確かに同時に釣りができないっていうのはでかいかもしれないですよね。海とか湖ならまだしも、これ最初の頃って小学校の時ってちなみに竿は何だったんですか？俺は名もなき6番だったグラスので、それは実家を探せばあるかもしれない。次の実家を探せばもう今回間に合う、いずれあれで親父の竿は結構いい竿持ってたんだけど、例えばバンブーとかもあったの。でもね今から、13年前その親父が亡くなって、でおふくろはね道具の価値を全く理解してない人だったので、笑っちゃうんだけどバンブーロッドをこう庭に刺して、そこに朝顔がつるを巻くようにつる巻いてたりとか、洗濯物と布団をベランダで干してそれ叩いたりとか。確かにいいかもしれないですね。パンパン言いそうですよね。もうねゾッとしたみたいな。分からない人にはもうただの棒ですからね。なのででね逆にねなんだろうそれこそ晩年足が利かなくなって、ニジマスを管理釣り場でね、いわゆる河川型の管理釣り場で脈釣りで釣ったりと、それもまたすごい量釣るんだけどうちの親父、そんな竿はね残ってんのよ。グラスだからおふくろから見て、しかもケースに入ってるプラスチックの、だからおふくろから見るとすごく高価だと大事そうなものに見えるんでしょうね。が取ってあって、でもねそれはね今この間ちょっと見つけたんで出してきたらハゼ釣りとか野辺竿でやるのにちょうどいい好調のちょっと固めの渓流竿がこれハゼにいいなとか思って、いやそれでも本当思います。僕も去年親父亡くなって、親父のあれいろいろ掃除してたら、昔使ってた竿が出てきて、今年それで釣りしたいなと、バラバラになるかもしれないですね釣れた瞬間に。それはそれとして、なんかいいですよね。なんか
親が使ってた道具を使える遊びってなかなかいやーないよ。ないと思うんですよね。でそこになんかやっぱりその道具そのものに付帯する思い出とかさ、いやそうなんですよ、ね、あるじゃん。どんな思いしたんだろうなとかね、うん、この番組は芦ノ湖山木商店、アル工房、岩手県大船渡市沖来遊漁船北丸、 ATFC 株式会社カムパネラ、株式会社司総研、相模湾フィッシングガイドサザンブルー、タコ足、ラグーン、レストラン&バーバモノス、テル、羽生拓也さん、ヤシチ、以上の仲間の提供でお送りしました。